島を開発するべくとある無人島に到着したモズク。着いて早々不思議な杖を発見した。試しに拾って杖を振ってみると、いきなりモズクの周りに不思議なエリアが現れ、見た目も変わってしまったのであった。戻る方法がわからないまま次のエリアに進むことにしたが、果たしてこれからどんな物語が待っているのだろうか。こんにちは、もずくです。はい、スリーピートクリエイト第2話始まりました。今回は前回作った始まりの谷に続く森を作っていきます。ちなみに動画の最初にあらすじを入れてみたんですけど、どうでしたでしょうか。島くり動画を物語っぽくしてみたくて入れてみたので、まだ第1話を見ていない方はぜひ見てみてください。では早速作っていきます。どうぞ。今回森を作るんですけど、普通の森ではなく誘惑の森を作っていきます。森自体も実は初めて作るんですけど、誘惑の森なのでちょっと怪しい感じだとか、ただの森っぽくない感じで作っていきます。ではまずは森に入る入り口を作るんですけど、坂を作る魔法だけは今のところ使えるので使っていきます。はい、全体はこんな感じになりました。ここからどんどん誘惑の森のベースを作っていきます。まず坂から坂までの距離が近いので、お借りしたマイデザインを使ってつなげます。はい、素敵なマイデザインのおかげで坂と坂がつながっているように見えるかと思います。で、坂の向こうが森になるので、今いる2段目は崖を使って森の入り口っぽくしていきます。どうでしょうか。崖を作っただけなんですけど、両端に崖、さらに坂があることで入り口っぽくなったかと思います。では木を植えて、さらに森の入り口っぽくしていきます。全体はこんな感じです。左右に広がるように植えたことで、さらに入り口っぽくなったかと思います。なんですけど、これだけではまだ森っぽくないので、山や森を作る上でとっても大切な低木をたくさん植えて、モリモリ感を出していきます。その際に崖につるもかけて、さらに森っぽくしていきます。全体はこんな感じになりました。低木を植えたことでさらに森っぽくなったかなと思います。ちなみに低木は木と木の間や木を植えられない場所に植えると密度が出ます。ではこれで森の入り口のベースが完成したので、次はその先の森を作っていきます。まずカメラを開いて、映ってほしい場所に崖を作りに行きます。で、今回の森は深い森っぽくしたいので、高低差をつけて崖に囲われている感じにしていきます。はい、全体はこんな感じになりました。これだけだとまだ深い森っぽくないので、次は小川を作りに行きます。橋を架けるスペースがないので、1マスの浮島も作っておきます。
どうでしょうか。小川を作っただけでだんだん森に近づいてきたかと思います。でもまだまだ深い森っぽくないので、2段目の崖に加えて滝も作っていきます。その際に木を植えるスペースも空けておきます。はい、全体はこんな感じです。2段目を作るとさらに深い森に近づいたかと思います。ではここから木と低木をどんどん植えて森にしていきます。ちなみに前回は広葉樹と3段目にヤシの木だったんですけど、今回は前回のエリアとの違いがわかるようにっていうのと、より森っぽくなるように針葉樹を混ぜて植えています。はい、お気づきの通り、とんでもないくらい低木を使っています。低木は前回と同じくプルメリアなんですけど、プルメリアが一番世界観に合っている気がしたので、低木はプルメリアにしています。では、まだまだ植えます。どうぞ。はい、全体はこんな感じになりました。木を植えてより森っぽくなったかなと思います。で、引きで見た時に崖が邪魔で川が見えづらいので、ひとマス削って森の道っぽくなるようにお借りした草の舞デザインで道を作っていきます。はい、道を敷くとのっぺり感がなくなったかなと思います。では、ここまででやっと森のベースがなんとか完成したので、誘惑の森っぽくなるよう紫色のお花を植えます。はい、どうでしょうか。お花を植えただけなんですけど、ガラッと変わったかなと思います。ちなみに、しまくりを考えているときは、ピンク色も使ってたんですけど、可愛らしさも出てしまったので、紫だけにしました。では、ここからさらに白いキノコ家具や菊のクッションを置いて、怪しさを足していきます。全体はこんな感じです。ただの森ではなく、魔法使いが住む島の世界観に合ってきたかなと思います。なんですけど、もう少し特徴を出していきたいので、まだまだ家具を足していきます。いろんな方向を向いている道しるべを置いたり、蝶々の模型を模型っぽさがわからないように配置して、より誘惑感を出していきます。はい、どんどん誘惑の森になってきました。で、さらにこのエリアから早速敵がいてもいいかなと思ったので、レベルが低い時に出てきそうな貝殻のスツールを敵に見立てて散りばめます。全体はこんな感じになりました。はい、ここまででだいぶ完成したんですけど、よく見てもらうとまだ深い森っていう感じはないかなと思います。深い森って空が見えないくらい木がたくさんあったり崖がある気がするので、今見えている空を隠すために崖を作っていきます。はい、そこのあなた、また崖って思ったかもしれないですけど、これは本当に森を作る上でとっても大事なので、まだまだ崖を作っていきますよ。はい、どうでしょうか。右側の空が見えなくなったかなと思います。手のひらで左の空を隠したり隠さなかったりしてみてほしいんですけど、空が見えているかどうかですごく印象が変わったかなと思います。なので続けて左側にも崖を作っていくので、せーの、早送りタイムスタート。
はい、全体はこんな感じになりました。全部は隠さなかったんですけど、ちょこっと崖が見えるだけで印象が変わったかなと思います。では、ここから仕上げに入っていきます。次のエリアにつながる部分を作るので、木と低木を植えて道を敷いていきます。で、さらに針葉樹を切り株にして、誰かが休憩した後みたいな感じでちょっとした休憩スペースも作っておきます。で、エリアのつなぎ目はもりもりにした方が次のエリアと馴染みやすいので、たくさん植えていきます。最後に次のエリアまでの道を敷いて、これで誘惑の森は完成です。いかがでしたでしょうか？今回は初の森を作ってみました。誘惑っぽさを出すのが難しかったんですけど、なんとかテーマに合った森が作れたかなと思います。ぜひ次回も見ていただけると嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもたくさんお待ちしております。ほいじゃあ。